穴山梅雪の生涯。どうする家康に学ぶ日本史。親族が武田家を離反した理由。穴山梅雪は武田勝頼の叔父であり義兄弟でありながら武田家を離反して徳川家康に従った。武田家の親族である梅雪がなぜ徳川方に離反したのかを見てみよう。穴山梅雪は1541年天文10年穴山信友の子として生まれた。名前は信忠で、母は武田信玄の姉南松院である。甲斐は国中、郡内、川内の3つの地域に分かれていた。そして室町時代には国中の武田家、郡内の小山田家、そして川内の穴山家がおのおの独立した領主であった。父親の穴山信友の代になって一番広い国中の武田信虎に従うようになった。その時に信虎は娘の南松院を信友に嫁がせたのである。梅雪は信玄の娘とも結婚したため、穴山家は武田家臣団の中でもご親戚衆として特別な存在となっている。穴山家は武田家を開いた武田信義から7代目の信武に連なる名門であった。武田信武の長男信成が武田本家を継ぎ、五男の義武が穴山家を開いた。故に梅雪は穴山家の嫡男は武田勝頼よりも武田家の血統を引き継いでいるとの自負を持っていたと言われている。信玄は父親の信虎から家督を奪い取ると、たちまち領土を拡大してその実力を家臣たちに示した。ところが1561年永禄4年の第4回川中島合戦で弟の武田信繁と名参謀の山本勘助を同時に失うと、信玄は急に覇気をなくしたという。そのため武田陣営では信玄の求心力が弱まり、後継者問題で嫡男の慶喜派と勝頼派に分裂していた。高宗寸三国同盟で今川氏真の妹を妻としていた武田慶喜は今川攻めを決行しようとする信玄と対立する。武田慶喜は信玄の暗殺まで企てたと言われている。1565年永禄8年、慶喜派の家老小武虎政が切腹して慶喜は幽閉され、やがて自尽している。勝頼派であった梅雪は無事であったが、この頃から武田本家が滅びることがあると穴山家だけでも生き残る方途を梅雪は模索していた。織田信長と同盟を結んだ信玄は娘を信長の長男信忠に嫁がせている。そして穴山梅雪は武田家と徳川家の交渉役として岡崎城を訪れ、家康と対面している。梅雪は家康と今川領を東と西から同時に攻撃する密約を交わした。そしてこの時家康は武田家がもしも滅びるようなことがあった場合、梅雪をいつでも受け入れることを伝えたと言われている。信玄亡き後の1575年天正3年、武田勝頼は長篠の合戦で大敗を喫して多くの重臣を失った。穴山梅雪は戦死した山形正景の後任として駿河の国の江尻城代となって駿河の国の内政にも携わった。
梅雪は武田宗家が滅んでも穴山家が存続することによって武田家の血統は守られると考えていた。そのため領土を接する徳川家康とはその後も連絡を取り合っていたようである。戦国期にあって家名存続のためにはやむを得ない選択だったのかもしれない。そして1582年天正10年に織田信長が甲州攻めを開始すると、いち早く武田勝頼を見限り、梅雪は家康に従っている。そのため武田氏滅亡の後、梅雪は甲斐河内領と駿河江尻領を織田信長に安堵されている。梅雪はそのお礼のために家康と安土城を訪問して信長に謁見している。そして梅雪は家康と泉州堺を遊覧している途中で本能寺の変を知った。穴山梅雪は家康と別れ、急いで帰国の途に着いたが、山城の国の宇治田原で一気に遭遇して殺害されている。享年42であった。梅雪の死後、嫡男の勝潮が後を継いだが、5年後に病死したため穴山家は取り潰しとなっている。戦国時代にあって家名を存続させることは至難の業であったのである。